これから防空演習の件についてご相談したいのですが、班長の方たちだけこれから私の宅へお集まりをお願いします。それから木村さん、慰問品の件ですが、お宅へ集まってご相談したいと思いますが。あ、どうぞ。斉藤さんの方の送別会の件は？それは私明日までにプランを立てとします。お願いします。では皆さん、ご苦労様です。ご苦労様でございます。どうもごめんなさい。はい、くださいませ。失礼いたし浅田さんの奥さんってテキパキしてるわね。ええ。旦那様はとてもおとなしそうな方なのよ。ご養子なんですって。おお。ええ。旦那様の学生時代に奥様のお家から学習を出していたとかって聞いてますよ。おお。やっぱりそんなお家の奥さんに感じられるわね。あれが浅田さんのお嬢さんよ。ここがのんこさん、今度何番だった？ 10 番になっちゃった。だって変が一つあるのよ。そう？とにかく1番でしょ。うん。前にはのんこさんの方が良かったのに。変ね。だってとみこさんの方がよくできるんですもの。仕方がないわ。お父さん叱らない？大丈夫。お母さんは？お母さんはちょっと危ないな。その点私の考えておりますことと少々違うようなんでございますけど、武井さんのご意見も違ってたようでございますね。はあ、さあどういうもんでございましょうね。皆さん、ちょっとどうもご意見がまちまちのようですから、ここいらで皆さんのご意見と私の考えておりますことを一緒にまとめて整理してみたいと思います。図に書いた方がよくわかると思いますから。お帰りなさいませ。ただいま。お客様？はい。よかったわね。通信簿がのどうじゃった？一番になったんですよ。おお、とみ子は偉いの。のんこさん今度10番にも下がっちゃったのよ。まあ、そう。お母さんご心配でしょうね。のんこさん言ってたわ。お父さんは叱らないけどお母さんが危ないって。のんこさんとこのお父さん出世なさいそうなんですって。とみ子、お母さんお仕事が忙しいから少し表で遊んできておくれ。じゃあ皆さん、どうもご苦労様でございました。どうも失礼いたしました。ではどうぞよろしく。ごめんください。ありがとうございます。失礼いたします。誰？いたずらっ子は誰？ママずるいや。私が来たの知っててわざと知らんふりしてんですもの。ずるいや。苦しい。のぶちゃん、どいてよ。ママ苦しいから。ね、おどきなさい。いや、ママぺしゃんこにしちゃうの。だってママきっと怒るんですもの。ね、怒るでしょ。何？ママ潰れろ潰れろ。およしたら。これ、ママ本当に潰れてしまう。これ、およしたら。よーし。あんたママに怒られるようなことしたのね。
なんだか知らないけどママ当ててみましょうか。それともノブちゃん自分で言う？私言うから、ママ怒らねえって約束してよ。ねえ、いいでしょ？じゃあ言ってごらん。ねえ、今度の通信簿ずっと下がっちゃったのよ。ごめんなさいね。通信簿？ああ、もう夏休みね。どれ見せてごらん。ママ、自分で見るといいわ。中に入ってるから。私お腹空いちゃった。ノブちゃん、どうしたのこれ。あなた一体何番なの10番よ。ママ怒らないって言ったでしょ。だって一つ一つがこんなにいい成績で。よかないわ。算日が平でしょ。句が4ついけないんです。信子、どうしたの？水谷先生の受け持ちの時にはずっと良かったのに、岩田先生になってから急にこんなに悪くなる道理がないでしょ。きっとなんか間違ってるんだわ。間違ってはしないわ。岩田先生はいい先生よ。水谷先生だっていい方です。でも私岩田先生の方がずっと好きよ。ママ、これからお父さんのところへ寄ってこれをお見せしてから岩田先生に会って訳を聞いてきます。奥様がお見えになりましたが。じゃあ応接室へ通しておきなさい。じゃあまあとにかくその明日手に入るって方を見せてもらおうか。その方でしたらもう確かなもので。何か消えようかね。あなた、これを見てごらんなさい。もうこの通信簿じゃん。どうかしたのか。成績は少し落ちたが体格の方はぐんと良くなったようだ。差し引きトントンだね。あなた、少し落ちたって水谷先生の時にはずっと一番を続けてきたんですよ。あの先生は賭博の票があったからな。まあ心当たりが信子の実力だと思うな。まあ、あなたは自分の子の成績が下がったの何とも思わないんですか？それはいい方がいい。しかし実力以上に評価されるのは結局信子のためにもならんと思うな。実力実力って、どうせ私の産んだ子は私に似て頭が悪いでしょうからね。通信簿を見るのにお前のように成績のところにばかり目を光らすのは間違ってると思うよ。欠席が一日もないし体格は良くなってるし、それほど悪いことはないじゃないか。よござんす。私が一人で何とかしてみますから。それはやはり子供の教育は母親が主になってやってくれなければいけないよ。この頃は少しお前も外向きの用事が多すぎたようだし、ここいらで一つなるべくうちに落ち着くようにして信子の世話を見てやるんだな。手さえかけてやれば伸びる素質を持っているはずだから。
先ほど通信簿を拝見しましてびっくりいたしましたので、家庭では去年に比べて特別に怠けているような様子も見えませんし、何かあの子の勉強の方法に欠陥でもありましたら教えていただきまして直したいものだと存じまして。ご承知かもしれませんが、手前どもの主人は銀行の方や歯科医の方が忙しいもので、子供の教育は私が一人で預かっておりますようなわけでして、今度のような成績では主人に対しても面目なく、いろいろと相談いたしましたところ、主人も今度に限ってこんなに成績の落ちたのは何か理由があるかもしれないから、先生をお尋ねしてよくお伺いしてきなさいというものですから。あ、いや、特別な理由と言って思い当たりません。信子さんは非常に明るい利口な子供さんだと思っております。お宅のような家庭に育った人でなければ得難いようなのびのびとした朗らかなところがあって、そういう点は大変いいことだと思っておりますが、一面から言うとわがままで気まぐれなところもあるようです。低学年の間はあまり勉強しなくても生まれたままの素質だけでいい成績を上げられることもありますが、6年生ぐらいになりますとやはり多少努力してやっていかなければいけないと思います。そういう点で信子さんは栽培しすぎて地味な着実な努力が足りないようですから、今の状態で放っておけば先へ進み次第もっと成績が低下し、成績だけではなく性格の方もわがままだとか気まぐれだとか少し見え張るとか、そういう面白くない方面ばかりが発達するんじゃないかと心配しております。ご家庭でもその点十分ご監督願いたいと思っております。まあ先生、親の欲目かはしれませんが、信子はまだそんな不良性には染まっておらないと存じます。こんなことをお話申し上げてよいかどうか、主人が申しますには、水谷先生の時と急に教育法が変わったので、子供が面食らってしまってついていけないというような事情も多少あるのではないか、こんなに申しますんでございますよ。お話のような事情もあるかもしれません。私自身も三谷先生のような円熟した方の後を引き受けるのは荷が勝ちすぎると思いまして、再三校長に事態を申し出たのですが、どうしても許してもらえませんでしたので、お話の中に信子さんの不良性云々という言葉がありましたが、それはあなたが勝手におっしゃったので私から申し上げた覚えはありませんから、誤解のないように願います。それにご主人のお考えについては後でご主人にお目にかかって私からも忌憚のないところを申し上げることにいたしましょう。いえ先生、主人にはどうぞそんなことおっしゃいませんように。それでないと私が余計なおしゃべりをしたと言って叱られますので。奥さん、先ほどあなたがおっしゃられたお言葉の内容は私らのような教職にある者にとっては曖昧に済まされない重要な問題です。まあ先生、私の言い過ぎはお詫びいたしますから、どうかそんな堅苦しくおっしゃいませんように。それで今度の一番はどこのお子様でございましょうか。よく信子にもそういう方を見習わせたいと存じますので。長谷山富子という子です。長谷山富子さん、その方はお父さんのない方じゃございませんか。そうです。はあ、長谷山の子が。いえ、ちょっと知ってるもんでございますから。長谷山というのは全くよくできた子供です。学科もよくできますが、それよりも全体の人間が優しくて落ち着いてあって勇気もあり、私の見るところでは学校中での模範生徒だと思っております。ご存知かもしれませんが、母親はご主人に早く亡くなられ、よそのお入りなどをして女手一つでやってきたようですが、この母にしてこの子ありで全くあの子の母親の力だと思います。長谷山とお宅の信子さんは学校では大変仲良く付き合っているようです。この二人ほど性格の異なったのは珍しいのですが、そこがまたお互いに相手に惹かれる理由になっているのかもしれませんな。長谷山のこと信子がでございますか。岩田先生のお話だと、おつたさんの子は学校中の模範になるような気立てのいい子で、しかもそれはみんな母親の感化のおかげなんですって。おつたさんってよっぽどしっかりした人らしいのね。そんなにしっかりした人なら私も今度着物でも縫ってもらうことにしようかと思うんだけど。
出しゃばった真似はよせ。あなたがそんなに怒るなんて、まだおつたさんを忘れないでいる証拠です。あなたは今でもまだおつたさんと一緒になった方が良かったと思ってるんでしょ。そうです、そうです。ねえ、トミコさん、いい話あんの。何？後で話すわ。あら、トミコさんまだそれぐらいしか虫じゃなかったの。ずいぶんちったばかりね。ほら、私もあんなに虫知っちゃったわよ。あら、ほんとね。私一生懸命にやったつもりなんだけど、どうしたんだろう。そんなこと当たり前だわ。あんたはそんなにちっちゃい小刀を使ってるし、私をこうやってゾリゾリ飼ってるんですもの。今度どっかいこしてやってみましょうね。すぐ同じぐらいになるわよ。ちょっと待った。あなた方のやった仕事の後をよく比べてごらん。どっちが仕事を余計にやってるかといえば、先生なら長谷山さんだと思うな。これは先生が長谷山さんにひいきしてるわけでも何でもない。本当にそうなんだ。なぜだかわかるかね。わからないね。それじゃあいいよ。浅田さんのやったところはなるほど面積は広いが草のむしり方は粗末だ。土から上に出てるところだけむしって根はそのままに残っている。それじゃああそこからまたすぐ這い出してくる。長谷川さんのやったところは狭いが根っこから引き抜いてあるからもう草が生えてこない。今日一日だけは浅田さんが勝って長谷川さんが負けてるみたいだが、明日明後日と日が経ち次第に勝負は反対になる。バスケットボールでも走りっこでも初めは負けていても最後に勝った者が本当の勝ちになるんだったね。これは勉強でも他の仕事でも世の中のことは何でもみんな同じだ。しかししっかりやるんでもあんまりのろすぎるんでも困る。浅田さんのように早くて、そして長谷山さんのようにしっかりした仕事であることだ。だがこれはなかなか難しいことだから、今日の仕事はゆっくり丁寧にやる練習をしよう。分かったね。はい。あなたたちも分かったね。はい。じゃあ15分お休みするから、今度かかる時にはみんなそのつもりでやるようにみんなに伝えなさい。はい。何なの？いいよ、話。大秘密よ。あっち行きましょう。どんな話？それがね、とっても面白い話なのよ。ねえ、私のお父さんは若い時分にね、あんたのお母さんをお嫁にもらいたかったんだ。そしてあんたのお母さんもお嫁に行きたかったんだ。なんだ、つまんないのね。私んとこ今はないけど、元はちゃんとお父さんがあったのよ。あんたんとこだとお母さんがあるじゃありませんか。あんたわかんない人ね。あんたこそ一番になったくせ何にもわかんないのね。あんたは夫婦っていうものは生まれた時から一緒にいるもんだと思ってんでしょ。そうじゃないのよ。元は別々なんだわ。どこかのうちの娘だったり息子だったりした人たちが大きくなってお祝言をして夫婦になるのよ。私だってそのくらいのこと知ってるわ。私のお母さんは元おばあさんの娘だったのよ。そしてお父さんとこの嫁に来たんだわ。元はだっておかしいわ。今だっておばあさんの娘じゃないの。それは今だって娘だわ。だからおばあさんと一緒にいるのよ。そして私はおばあさんの孫なのよ。いやな、トミコさん。さっきの話はね、あんたも私も生まれない前の話なのよ。でも変だわ。あんた誰にそんな話聞いたの？私そんなことないと思うわ。あんた嘘聞かされたのよ。
あんたのうちじゃ私と遊んじゃいけないって言わない？私のうちじゃそうよ。あんたのとこもそうでしょ？いつかお母さんがそんなこと言ったことがあるわ。あなたのうちがお金持ちで私のうちが貧乏だから私が行ってご迷惑をかけるようなことがあっていけないからだって。そんなこと言ったってあんたは前島さんや田沢さんたちと遊んでいるでしょ？あの人のうちだってお金持ちよ。それぐらいなさい。あんたうっかり屋さんね。私どこでこんな話聞いたかっていうとお母さんからよ。お母さんに教えてもらったわけじゃないんだけど、ゆうべね、私が寝床へ入ったからお母さんとお父さんとは私の成績のことで喧嘩したのよ。その時あんたのお母さんのこともあったの。私目を覚ましてたもんだからみんな聞いちゃったのよ。うちのお母さんのこと何つってたの？ねえ、すっかり教えてよ。すっかりって言ったって私あんまり覚えてないわ。ただうちのお父さんとあんたのとこのお母さんとがご夫婦になりたかったんだ。うちのママが言ってたわ。うちのママだっていい人よ。あんた怒んないでね。困っちゃったな。こんなこと昔の話だから泣かなくたっていいのよ。ね？ね？大変だったろ？今日は何のお仕事をしたの？草むしりをやったわ。ああ、そうか。それいいお仕事だったね。じゃあ今度からうちの庭の草も取ってもらうことにしよう。おばあさんは？おばあさんご近所でも遊びに来たんですよ。ねわさん、今日私がいない間にどっかへ出かけたでしょ？行きゃしないよ。どうして？そんなら昨日は？行かないよ。おとといは仕立て物を届けに表町まで行ったけど、どうしてそんなことを聞くの？でもそんな気がしたもん。変な子ね。さあご飯にしよう。もういいのか？
なんだねこの子は。さっきから人の顔ばっかり眺めてて。何か私の顔にくっついてる？私のうちつまんないな。お父さんがいないんだもん。仕方がないじゃないか。でもお父さんっていいもんでしょ？そりゃいいさ。お母さんはお父さん好きだったの？バカだねこの子は。そりゃお前好きなのなんだのって言うんでなく、女が一旦とついたら夫によく従わなければならないもんなんだよ。でもねお母さん、よそでは夫婦喧嘩をするところもあるんですって。お母さん知らなかったでしょ？驚いた。どこのうちだろうね、そんなことするのは。信子さんのうちがそうなんだって。信子さんったらね、お母さんが若い時に信子さんのうちのお父さんのとこにお嫁に行きたかったんだって。でたらめなこと言うのよ。そんなことないわね。信子さんに誰がそんなこと話したの？富子、正直なことおっしゃい。信子さんのママがそう言ってるのを信子さんが陰で聞いたんですって。信子さんの成績が下がったんで、お父さんとお母さんが喧嘩した時言ったんだって。お母さん知ってた方だったの？Kさんをかい？ Kさんって誰なの？信子さんのお父さんよ。なぜ Kさんなんて言うの？お前はまあどうしたっていうの？お母さんが本当のことを話してあげるから泣かないでお聞き。いやお母さん嫌いよ。お母さんなんかどこ行ったって構わないわ。呆れた子ね。どうしようっていうの？お母さんがちゃんと訳を言って聞かせようっていうのに強情張って。ねえ富子、お前にはまだ話したことはなかったけど、信子さんのお父さんと私とは遠い縁続きになっているんだよ。それで若い頃にはご挨拶をするぐらいのお知り合いだったけど、お母さんがお嫁に行きたかったとか向こうで欲しがったとか、そんなことはみんな嘘のことなんだよ。その証拠に私は慶吉さんが信子さんのお母さんのところへお婿さんになっていくずっと前にお前のお父さんのところに片付いたんですからね。私のお父さんはいい人だった？ああ、いい方だよ。どんなに？お前が好きなほど。信子さんのお父さんよりいい人だった？そんなこと比べられるもんじゃないわ。でもさ、どっちがいい人か無理に決めるとしたら？そりゃお前のお父さん。富子もその方がいいんでしょ。おばあさん、ちっとも気がつかないで。お前のようにいつまでも嘘をついていてはかえってためんなら、富子にはわしが言うてやる。いけませんおばあさん、何も言わないで。分かっとる。わしは余計なことは言わん。富子、お前にはわしから言うとくことがあるで。さあ、こちらへおいで。わしは今お前がお母さんを困らしていたのをみんな聞いておったが、お前はそんなことをすると罰が当たるぞ。お前は人一倍親孝行をせにゃならん人間だ。そのわけはな、今日まで誰もお前に言わなんだが、お前の父親は大酒飲みのろくでなしでのツタコやお前を死ぬほど苦しめたもんだぞ。それをツタコは赤ん坊のお前が可愛いばっかり、どんな扱いをされてもじっと我慢をして仕えてきたんじゃ。ツタコはのわしの3人の娘の中では一番気立てのいい子だったから、どんないいところへも嫁に行けたんだ。それをあの子はある人へ義理を立てるためにわざと暮らし向きの困っているお前の父親のところへ片付いたんだよ。おばあさん、子供に向かってあなたは
何を聞かせているの？何も言わないって約束したじゃないの。ねえ、富子や、今の話はみんなおばあさんの覚え違いなんだからね。お前のお父さんはいい方で。あのろくでなしのどこがいい？つた子、お前はなんで悪いことを自分一人の胸に隠しておこうとするんだ。せめて富子だけにでも本当のことを知ってもらおうて、父親の分まで孝行してもらうのが当たり前のことじゃないか。なあ富子、お前の父親はそういうろくでなしじゃったぞ。わしは腹が煮えくり返って何べんもつた子を無理に家へ連れ戻したけんで、そのたんびにつた子はお前が不憫じゃと言うて、わしの知らぬ間にお前の家へ逃げ帰ってしまうんじゃ。富子、もう今度はお母さんを困らすでないぞ。わしは本当ならお前がもっと大きくなってから話すつもりだったが、ちょうど今日お前がお母さんを困らしているところを見つけたでな。さあもういい。泣かないで水でも浴びてくるがいい。少し遊んでらっしゃい。ごめんなさい。あんたあんまり済ましてるからよ。私さっきからここへ来てたの。お父さんも一緒よ。あなたの？ええ。向こうで釣りしてるわ。今日私たち二人とも泣き出したりなんかしておかしかったわね。私んとこのママまだプンプンしてんのよ。うん、いろんなことで。一番のもとは私の成績の下がったのはいけないのよ。だってあなたちっとも勉強しないんだもの。勉強すれば私なんかかなっこないんだわ。でもつまんないんだもん。あんた今日のことお母さんに聞いてみた？ええ。そしたら？よくわからないのよ。私おばあさんに叱られちゃった。でもお母さんはずっと前からあなたのお父さん知ってたらしいわ。ほらね。もしあなたのお母さんが私のお父さんのとこへお嫁に来ていたんだったら、私たち兄弟みたいなのね。おかしいわね。でももしそうだったら、あなたでも私ではない子供が生まれてたんだわ。半分はあなたで、半分は私みたいな子供なのね。おかしいわ。変ね。暑いわ。いっぺん水の中変ね。ええ。
奥水と豪太とってあとテレビつくさとしてすぐ来るわ。お母さん大変よ。信子さん川の中で足を切っちゃったの。お薬と包帯ちょうだい。信子さんがじゃあお母さんも一緒に行ってあげるからね。おう、富子さんでしたね。いや、どうもありがとう。いや、どうもわざわざすみませんでした。あ、いいえ。しばらくでした。今日はまたとんだことでお世話になります。いいえ。大変なことなさいましたのね。富子は気をつけてあげないもんですから。私が悪かったのよ。すいませんおばさん。どうもこいつはおてんばで。そんなに深くないようですけど。いたんでしょ？ええ。ほんの借りですから。おやっかいかけましてどうもありがとう。いいお子さんを持たれて結構です。ねえお父さん、私富子さんのうちはプリン新鮮な。まだ一遍も行ったことないんですもの。どうぞ。でもあんまり汚らしいところで。そんなに汚くないわよ。さあ、どうぞそれで帰ろうか。さあ、どうも。さあ、それじゃあ、おんぶしたいよ。さあ。なんだかおかしいな。よし、よし。ああ、こいつはなかなか重いぞ。どうも、いろいろお世話になりました。富子さんどうもありがとう。それじゃあ、あなたもご送検で。ありがとうございます。富子さん、さよなら。おばさんもさよなら。さよなら。お父さん。うん？温度。私たちも帰ろう。信子さんって嬉しいお嬢さんだね。ねえお母さん、私間違えたいの。おんぶしてよ。信
子さんが羨ましいの？丈夫だってごらん。だけどお母さんあの方のように力がないんだから一緒に潰れても知らないから。いいか？重い。お母さん。バカだね、この子は。そんなことまで真似してさ。でもさ、お母さんもさんならしなきゃいけないでしょ？それにどこにも誰も見やしないじゃないか。信子さんのお父さん、いい人ね。何してんの？ううん。何？肩叩いてあげましょうか。お母さん今お仕事だからおばあさんを叩いてあげなさい。おばあさんは後でいいのよ。ねえ、叩いてあげましょうよ。富子は何か欲しいんじゃろう。どうもそうらしいね。何が欲しいの、富子？そうじゃないのよ。ただ叩いてあげるっていうのよ。そう。じゃあちょっと叩いておくれ。ねえ、お母さん。富子いい子でしょ？ああ、いい子だよ。やれやれ、いい子の押し売りかね。ねえ、お母さん。富子毎日いい子してあげるわ。そうかい？それありがたいね。だからお母さんも富子可愛がってね。お母さんはいつでも富子を可愛がってるじゃないか。どこへも行っちゃ嫌よ。お母さんがどこへも行くもんですか。本当ね。ああ、痛い痛い。そんなん強く叩いちゃ痛いじゃないの。ああ、もうたくさんよ。じゃあ今度はおばあさん。おばあさん、そんな乱暴なのはごめんじゃよ。そっと叩いてあげるわよ。さんのところお見舞いに行かない？ええ、行きましょう。秋山さんも行くでしょ？どうすわ？あら、どうして？ご用があるから。そう？じゃあみんなで行きましょうね。ええ。
見るだけはいいけど、うちのものじゃないから読ましてはいけませんよ。これ誰の？うちんじゃないって誰か預けていったの？ねえお母さん、誰のものなのよ。のっこさんのお父さんがね、昨日お世話になったお礼にお前にあげるってことづけて、さっきどっかの小僧さんが届けてくれたんだがね。まあじゃあ私のでしょ。でもそんな立派なもの頂戴していいかどうかおばあさんに聞いてみなくちゃね。おばあさんがいいって言えばもらってもいいの？ああ、おばあさんどこ？渡辺さんとこへトマトいただきに行ったんだけど。じゃあ私聞いてこよっと。トミコ、トミコ。ねえおばあさん、よその人が怪我をするでしょ。それを親切に手当てをしてあげたら、向こうの人がお礼の品物を持ってきたとすると、それもらってもいい？なんじゃな、お前の言うことは慌てていてよくわからんが、もう一遍詳しゅう言うてみ。昨日ね、信子さんが川の中で足を切ったの。それでね、私とお母さんがお薬を持ってって包帯してあげたの。その時、信子さんのお父さんも一緒にいたの。おお、そんなことがあったのか。おつたは何にも言わなんだが、Kさんに会ってどんな様子をしていてじゃ。どんなってわかんないわ。ね、人形もらっていい？二人きりで長いこと話してたかの。しないわ。私たちもずっと一緒よ。ね、おばあさん、人形もらっていい？やかましいの、この子は。わしの聞くことに先に返事せ。Kさんはどんなことを言うてたの？お前が覚えているだけ言うてみ。どんなことって、お礼言ったわ。それからそれから帰る時さよならをしたわ。バカじゃのお前は。そんなことは当たり前のことじゃがの。まだ他に何か言うたろうがの。思い出してみいほれ。あんまり何も言わなかったわ。お母さん黙って下ばっかり向いてたわよ。歯がいいやつじゃの。そんな時こそ胸がすくほど言いまくってやるがいいのに。ねえおばあさん、人形は？人形？何の人形じゃ？嫌だな。それを気にしたんじゃないの。あ、Kさんがお前によこした人形のことか。そりゃあもろうても構わんのじゃが、世の中には義理というものがあっての。お前のお母さんは何と言うた？おばあさんさえよければいいって。そう言うたのか。お前は欲しいんじゃろうの。欲しいわ。そんならせっかくじゃからもろうときなさい。その代わり今度いっぺんきりじゃぞ。ええな。ええ、ありがとう。先行くわ。お母さん、おばあさんいいって言ったわよ。そうかい。ご飯を食べておしまい。お母さんお仕事届けにちょっと行ってくるからね。ねえお母さん、信子さんのところへお見舞いとお礼に行かなきゃいけないでしょ。そうね。お母さんもそのこと考えているんだけど。私、お手紙出そうかしら。そうね。ばあさん、これよ。おお、立派な人形じゃのう。Kさんに会ったそうじゃのう。ええ。何と言うとった？別に。でも何ですか、お寂しそうでしたわ。世の中は金があってもそれだけでは幸せにはなれんもんじゃ。Kさんも今頃はそこへ気がつかれたじゃろう。さっきあんな立派なものいただいたんですけど、あんなものをいただくほどのことをしたわけじゃなし。それにきっとKさんだけの気持ちでしたことじゃないかと思って困っているんですけど。奥さんは知らんのじゃろうかの。ええ、そうじゃないかと思うんです。だが返すわけにもいかんじゃろうしの。
ねえお母さん、私このお人形いらないわ。まあいいよ。とにかくいただいておき。ちょっと仕事届けてきますからお願いします。ねえおばあさん、お母さんお人形いただくの嫌なの？お母さんの気性じゃ困っとることじゃと思うの。お津田さん。しばらくでございました。お帰りなくて結構だわね。それに今度の先生になってから娘さんが大変成績がいいそうじゃないの。うちの信子なんぞすっかり不良扱いにされてしまってまさかそれほどでもないでしょうがね。お津田さんは幸せだわね。ええ、何ですかもう。あなた岩田先生のところへたびたび行かれるんでしょ。私もご挨拶に出よう出ようと思っていながらいろんなお役目でせわしいもんだから上がりかねているんですよ。私一遍目にかかっただけですけど。そうあなたいつもおきれいだわね。じゃあまたいずれさようなら。奥様、今朝ほどご注文をいただきました品は間違いなく先様へお届けいたしましてございます。あら、今朝の注文って？はあ、旦那様がいらっしゃいまして。うちの人が？で何でしたの？フランス人形でございます。長谷山さんというお宅へお届けしてくれということでございまして。長谷山？へえ。そう、どうもご苦労さんでした。お父さん早いのね。また出かけるんだけどもちょっと御用があって帰ってきた。どうだい足は？もうあんまり痛くないのよ。歩いてみましょうか。あ、おやしいおやしい。無理をするんじゃないよ。大丈夫なのよ。ね？うん。だけど大事にしなきゃいけないよ。ねえ信子、お父さんいよいよ戦争行くんだよ。あら、本当？うん。今市役所へ御用で行ったらちょうどうちにこれを届けるとこだっていうのでね、お父さん受け取ってきたんだよ。ほら。お父さんおめでとう。信子はおとなしく勉強して待ってなきゃいけないよ。お父さん買ってきてね。うん。うんとやっつけてくれよ。これをお嬢様にとおっしゃってどちらかのお嬢様がお見えになりましたが。何？これも。あ、ちょっと見せてごらん。
誰から？うん。富子さんがね、昨日の俺にあげたお人形を返してほしたんだ。あら、どうして？ちょっと待ってね。どちらへ？いや、あなたにちょっとお話があります。ねえママ。後になさい。ママちょっとお父さんにご用があるんだから。なんだよ、大層改まった様子で。あなた、隠さずにおっしゃってください。あなたはおつたさんと陰で何か交渉があるんでしょ？おつたさんと？バカなこと言うな。よしんば俺がどう動こうと、相手がそれについてくるような人間とは違う。あの人はもう少し立派な人だ。俺だって、今さらそんな卑しい真似はせん。お二人とも大変立派ですこと。じゃあ、あのフランス人形はどうしたんですか？ああ。あれは当然のお礼として富子さんにあげたのだ。お前にただ一つだけ嘘をついていた。それは昨日信君が川で足を切った時、ちょうど富子さんも一緒にいて、早速うちに駆けつけて薬を持ってきてくれたんだが、その時おつささんも一緒に来てくれたんだ。多分僕がいることは知らなかったんだろう。そんなわけで、その以前にも以後にも別状はないよ。なぜ私にはご近所の人だなんて嘘をついたんです？おまけに信子にも私には本当のことを言うなって言い含めたんですね。いや、本当のことを言わないことにしようと言い出したのは信子の方からなんだ。あいつはお前の気持ちをすっかり嗅ぎつけてるらしいんだ。俺は嫌な気がしたよ。子供というものは敏感なものだ。大人のつまらない感情で子供に暗い影を持たせたり、素直な気持ちを歪めたりすることは大変な罪だと思う。親として気をつけなきゃならないことじゃないかしら。お人形のことだが、さっき富子さんがこの手紙を添えて返しに来たんだよ。読んでごらん。子供心におったさんの困ってるらしい様子を察して内緒で返しに来たんだよ。私も悪いことしたと思ってる。あ、実は今日これが来たんだよ。近いうちだろうと待ってて。おめでとうございます。何を泣くんだ？すみませんでした。長い間わがままをして。謝ることはないよ。お前がそう気がついてくれればそれでたくさんだ。私もこれで安心していける。あなたはどうから私というものに諦めをつけて本心は私に覗かせないようにしていらしたんです。みんな私がいけなかったんです。
お前がそう言うんなら、確かに俺はずっと以前からお前という人間に見切りをつけていた。今日も召集令状を握ってご奉公ができるという尊い喜びは別として、個人的な一つの喜びと一つの心配とを感じたんだが、率直に言うとお前から遠ざかれるという喜びと、俺がいなくなった後、信子がますますお前に似た性格の女になっていくんではないかという心配だったのだ。だがそういうふうにお前が気がついてくれたんで、今度は本当に安心していけるよ。お前が立派になるということは、信子もそれだけ立派になることだからな。旦那様。なんだ。お嬢様が先ほどの箱をお持ちになってどちらかお出かけになりましたが、お止めしたんですけれど。箱を持って？きっと富子さんのうちへ人形を返しに行ったんじゃないかと思うんだが。私が行ってみます。お蔦さんにも謝りたいことがありますし。そう、それもいいだろう。私はまだちょっと銀行に用事が残ってるから